きのこの香りが立ってきたら、先ほど掃除したこの板パセの茎も入れて混ぜるだけです。うわー、これだけで美味しそうですね。ちょっと固めに揚げていきます。で最後にソースを和える。はい、こんにちは、シェフのファビエです。今日はボスカイオーラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ニンニク、唐辛子、パスタタイポモドーロ、しいたけ、しめじ、まいたけ、イタリアンパセリ、シーチキン、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日はイタリアのパスタシリーズということでボスカイオーラを作っていきます。でボスカイオーラってちょっと聞き慣れない名前なんじゃないかなと思うんですけど、基本的にですねスーパーで全部揃う食材なので作りやすい料理の一つです。でボスカイオーラっていうのはイタリア語で、簡単に言ったら木を伐採する人、木こりのことですね。で特徴なのは、日本ではトマトソースの中にキノコをふんだんに入れたパスタっていう認識の料理なんですけど、シンプルでとても美味しいのでこれから早速作っていきます。はい、まずはですね今日このキノコは3種類使っていくんですけど、ボスカイオーラそんな決まりはないです。本当にお好みのキノコで大丈夫です。なので今日はですね僕大好きな舞茸、これはちょっと胡椒のニュアンスがあるので僕舞茸入れるのが大好きです。でちょっと具材感も出したいので半割りぐらい大きめに裂きます。でしめじは、ちょっと石突きが切って、でもこれだけ、そんなばらさなくて大丈夫です。このままで、あとしいたけはこの石突きのちょっと硬いところだけ落として、であとは4等分ぐらいにします。でしいたけはそのまままっすぐ切るんじゃなくて、ちょっとだけ斜めに切るとですね断面広く取れるので、そっちの方が焼き目きれいにつくので、こんな感じでカットします。でボスカイオーラって日本では結構ツナが入るんですけど、諸説いろいろあるんですけど、木こり風、木伐採した人が伐採した時に切り株の部分がツナに似てることからツナ入ってるっていうふうには言われてるけど、実際分かりません。でツナ今日1人前なので、1人前だとちょっと1つだと多いんですね。で2人前作る場合だとこれ1つ使って大丈夫です。なので僕の場合はちょっと筋トレしてるのでこうやって半分食べちゃいます。で個人的になんですけど、ツナはですねオイルのものがやっぱりコクが入ってて美味しいので、本当にツナは僕大好きです。であと基本のこのアーリオオーリオのニンニク、唐辛子、イタリアンパセリで、ニンニクはシンプルなパスタなのでちょっとニンニクのパンチも出していきたいので、芯は取ってみじん切りにしていきます。あとイタリアンパセリはいつも結構茎ごと入れちゃうんですけど、今日のイタリアンパセリ結構茎もしっかりしてるので、そういう時は葉だけにして、適当に刻んでおきます。で茎の部分はですね、だしに回ったりとか、あとは香りが結構いいので、この後ですね炒める時に一緒に使っていきます。で板パセはもう粗めに切っておきます。で今日のこのボスカイオーラはですね、パスタ以外にもいろんな調理法があって、イタリアだとチーズを重ねてオーブン焼きにしたりとか、今日はトマトベースなんですけどビアンコベースとかホワイトソースベースにして、肉料理に合わせたりとかですね、あとはパスタ以外にもピッツァのボスカイオーラがあったりとかですね、いろんなボスカイオーラの世界があります。でイタリアだと、ポルチーニだけがすごくポピュラーなのでポルチーニ入れるんですけど、日本だとですねフレッシュあんまり手に入らないので、乾燥のもので水に戻して使ったりした本格的なボスカイオーラのレシピ多いんですけど、個人的に乾燥ポルチーニが入ったボスカイオーラあんまり好きじゃないので、きのこのフレッシュ感を出したこのトマトのパスタがですね絶品なので、ちょっとポイントを押さえながらやっていきます。はい、それではまず少量のオイル、ちょっと敷くイメージでオリーブオイルを加えたら、このしいたけを傘の部分を下にして焼いていくとですね、この傘は結構焼き切った方が美味しいので、まず傘を下にして、であと舞茸ときのこ全部入れて、でこの状態で加熱をしていきます。で通常の本格的なきのこのパスタとかですね、きのこ料理レストランで出すようなものっていうのはオーブンできのこの水分を結構抜ききっちゃってうまみの凝縮したベースを作るんですけど、今日は逆でちょっとこのきのこの食感とかジューシーなフレッシュ感を
楽しむパスタにしたいので、水分は抜くんですけど抜きすぎない加熱をしていきます。でまずはフライパンの温度が上がって音が鳴るまで中火で加熱していきます。はい、それでは今温度が上がってきました。で最初このやることはきのこにまずしっかりとした美味しい焼き色をつけたいです。なので極力触らないで、この揺すりながらきのこに焼き色をつけながら温度を上げてきのこから水分を軽く抜いていく。できのこの香りが立ってきたら先ほど掃除したこの板パセの茎も入れて一緒に焼いてあげます。そうすると板パセの爽やかなですね清涼感もこのソースの香りとして加わるので、茎はですねこういう使い方してあげるととてもいいですよ。で少し焼き色がついてきて大きいこのしめじがまだついてないので、そういう場合はちょっとこう押してあげるとですね焼き色とあと水分が抜けるので、押しながら、はい、それで今焼き色がきのこに軽くついてきてですね、ちょっと小さくなってきました。で火が入ってくると今きのこがテカテカ、水分が今出て、まだできってはないんですけどジューシーな状態ですね。で手をかざすと今フライパン熱々の状態なので、ここまで来たら一回火を切ります。で最初に塩をしちゃうときのこからどんどん水分が出てですね、焼き色が一切つかないので、野菜炒めとか作る時も鉄則なんですけど、炒めた後に塩をするのがポイントです。これだけで美味しそうですね。でこう手をかざした時にですね、完全にフライパンがちょっと冷めてくるまで待ちます。はい、それでは今手かざした時にフライパンの温度だいぶ落ち着いてきました。そしたらここでオリーブオイル、最初少量だったのでここで通常のオリーブオイルの量を入れてもらって、でみじん切りにしたにんにくとで辛みのアクセントの唐辛子加えて、でちょっとこう倒して、できのこの加熱はほぼ完了しているので上にのけながらこっちでにんにくオイルのベースを作っていきます。でここでですね 3,4 分ですね、しっかりとにんにくのオイルの香りを抽出している間にパスタを茹でていきます。はい、それではパスタ茹でていきます。今日はイタリアのパスタなのでブロンズダイスのザラザラの 1.7mm のスパゲッティーニを茹でてます。でお湯の中の塩の量は2リットルに対して 30g の塩が入っている状態です。で今ですねにんにくがシュワシュワし始めてて、これが軽く色づくまで加熱をしていきます。で軽く色が乗ってきたのでここで初めてきのこと合わせます。で下味のベースがついてまだジューシーなこのきのこをですね、こうにんにくオイルをまとわせてあげると、これだけでイタリア風のきのこ炒めですね、美味しい状態です。で今日はここに半量の板パセ加えて、ここですでにですね板パセの香りもしっかりときのこにまとわせとく。でここら辺で、茎もですね外しておきます。はい、これで今美味しい炒め物ができてます。きのこのベースアリオーリオできました。ここで半量のツナ缶が入ります。ツナ缶はですね先ほども言ったんですけど、好みはあるんですけど、やっぱりオイルにつけてあった方が、ツナのうまみはあるのかなと思うんで、僕はオイルに使うことが多いんですけど、このツナが入ったら最初はですねこうツナの水分があるんですよね。でこの水分をいかに飛ばしてあげるとツナの香りがしっかりと出てうまみも凝縮されるので、しばし炒めます。でこうするとですね今きのこのうまみとツナのうまみが入りました。これでも十分に今ビアンコベースであえても美味しいパスタ料理です。でそこにトマトが入るともううまみが十分なパスタ料理です。なので今日はですねチーズも使わなくて美味しいうまみが完結するようなパスタ料理です。あとはですねツナ炒めてる時にツナ問題、ちょっと強火にするとポップコーンのように跳ねちゃう場合が多いので、ツナ炒める時は強火にしすぎない、今弱中ぐらいの火なんですけど、それぐらいでこう混ぜながらやるとツナ跳ねないので、そんな感じで混ぜながら炒めてください。
でこう香った時にですね、ツナが入るときのこと合わせるとちょっと海苔のような香りがしてきます。海苔のような香りが立ってきのこの水分もツナの水分も抜けてきたらトマトを加えます。要はこのきのことツナのうまみをトマトの中に溶け込ましていきたいので、ホールトマトではなくもうすでに酸味が和らいでるパスタタイポモドーロを入れました。なので混ぜるだけです。でもトマトが入ったらもう基本的にパスタ和えるだけなんですけど、もちろんこのまま茹で上げたパスタを和えただけでも美味しいことは美味しいんですけど、プロの一つのポイントとしてこの茹で汁でベースを伸ばします。そうするとどうなるかというと、パスタを加えた時にですね、さっきの詰まった状態を合わせるとちょっとボテッとしたパスタ料理になるので、それを茹で汁で伸ばすとこう滑りが良くなるので、軽やかなんですけど深みがある状態のソースになるので、茹で汁ちょっと入れるのがおすすめです。で沸いたら一回ベース必ず味見します。これだけでも最高に今も美味しい状態が作れてます。なのでツナときのこのうまみが結構詰まったパスタソースになっているので、にんにくをしっかり効かせるっていうことと唐辛子のちょっとした辛みが大事になってきます。で最後にパスタはですね、気持ち20秒前ぐらいちょっと固めに揚げていきます。で最後にソースを和える。で見てください、さっきちょっと茹で汁を加えて余力のあるソースにしたので、結果的にツナとか入っているので濃度がもう今バッチリな状態になってます。残りの半分の板パセ、ここで清涼感プラス、そして混ぜ合わせる。はい、それではいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これでボスカイオーラの完成です。おー、うまそう。はい、いただきます。うわー、香りめちゃくちゃいいですね。皆さんこれはもう最高のイタリア料理の一つですね。で今日のこのボスカイオーラはですね、本当に日本のイタリアンの基本というかきのこのトマトソースなので基礎的なレシピではあるんですけど、この僕のレシピのですね一番のポイントはパセリの使い方なんですね。パセリの茎をきのこと一緒に炒めることによってですね、きのこからですね松茸のような上質な香りがするんですよ。冗談抜きに本当にいい香りがするんですけど、あとは板パセを2段使いしたってことですね。最初に炒めて板パセの香りも乗らせたんですけど、最後にも入れたことによってよりこう爽快な香りがですねきのこにまとって、本当に上質なきのこの料理になってます。はい、ごちそうさまです。今日のこのボスカイオーラなんですけど、きのこの炒め方を変えるとですね感動的なパスタ料理に仕上がるので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。